すみません。そこは私の席です。どいていただけますか？私、妊娠中なの。座らせてくれてもいいでしょ？大人なんだから。数時間経てても平気でしょ？妻が妊娠してるって言ってんだろ。さっさと他の席見つけて座れよ。通路を塞ぐな。他の人の迷惑だろ。私は騒ぐことなく、客室チーフに頼んで、18,000日元で、ファーストクラスにアップグレードした、ステーキを食べてワインを飲んでいると、エコノミークラスから突然悲鳴が聞こえた。皆様落ち着いてください。お席に戻りください。お客様、どうされましたか？落ち着いてください。お客様にお知らせいたします。当便にて妊婦のお客様が急病でございます。医療関係者の方がいらっしゃいましたら、至急上無院までお知らせください。チーフ、わかりました。先ほどの白石さん、水高層合病院の先生です。白石さん。何か？白石さん、お休みのところも牛わけありません。コノミークラスの妊婦の方が先ほど席を変わった方ですが、突然大出血を起こしまして、機内に破産婦人会がおらず、地上にも連絡を取りましたが、最寄りの空港に緊急着陸するにも少なくとも40分はかかります。大変危険な状態でとても持ちません。チーフ、先ほどお客様の情報を確認し、追高層合病院の先生だと存じまして、それでどうか、あちらへ戻って助けていただけないでしょうか。どうして私が？白石さん、しかし命に関わる一大事ですよ。命に関わることだとは分かっています。でも第一に、私は産婦人科医ではありません。第二に、今は休暇中ですので医療行為を行う義務はありません。第三に、これが一番重要ですが、どうして助けなきゃいけないんですか？さっき私に偉そうに指図して席を奪ったような人を。でも、お医者様でしょう。人命救助は医者の転職ではないのですか？転職？私の転職。自分の職場で専門知識を活かしてルールを守り医者を尊重する患者さんを救うことです。私の休暇中に理不尽で横暴な人のために起こり得る巨大なリスクを負うことではありません。機内には専門的な設備もないし無菌環境もない適切な薬すらないのよ。私が手を出して成功したら転職で済むけど、失敗して母子ともに命を落としたらその責任はすべて私の怠慢になるんじゃないの？そうなれば、家族は私を訴えるでしょうね。無免許医療だ、人命を軽視しているって、航空会社も責任を逃れるために、すべての責任を私という親切な医者に押し付けるでしょ？白石さん、懸念張り返しております。ですが、今は緊急事態です。あの妊婦さんはすでにショック状態の兆候を見せています。このまま止血しなければ、着陸まで持たないかもしれません。ご安心ください。手を貸していただけるなら、私ども航空会社な免責同意書を発行いたします。さらに機内の全乗客が承認になります。口頭での約束は無意味です。書面での同意書だって場合によってはただの紙くずになります。先生、お願いです。どうか妻を助けてください。私たちが悪かったです。席を奪ったりして本当にすみません。妻を助けてくれるなら何だってします。土下座でも奴隷にでもなりますから。今更反省したの？席を奪った時はこうなるとは思わなかった？言ったでしょ？私は産婦人科医じゃないって。助けられないわ。いいえ、先生なら絶対に救えます。妻の主治医の随高層合病院の田中主任が言ってました。科で一番腕のいい専門医は白石という若い先生だって。それが先生ですよね。なるほど。計画的だったのね。私を狙ってきたんだわ。あなたは黒田明、29歳、無職。あなたのそばにいる女は桐谷紗絵、26歳、フリーランス。なんで知ってるんだ？なぜわかったかって？あなたたち、この便の乗客じゃないって、そのチケット昨夜違法なルートを使ってダフ屋から高値で買ったものでしょ？目的は高度3万フィートで亡き落としを演じて私を動かすこと。乗客情報を確認して。もう一つ教えてあげるわ。あなたたちにこの入れ知恵をしたのは、私の婚約者、佐藤陽介でしょ。彼はこう言ったはずよ。私は情に流されやすいから、十分にかわいそうなふりをして大きく騒ぎ立てて、人命というプレッシャーをかければ、私が折れるってね。彼はすべてを手配してくれたんでしょ。ダフ屋を買収して、私のフライト情報まで調べてね。ただ一つ、計算違いがあったわ。私に教え忘れてたの。自分の愛人が妊娠してるってことをね。それにこの世界には、
人の心は読めないってことも彼は思ってたはずよ。これは完璧に仕組まれた芝居だって。でも主役の登場前に全てを暴かれるとは思わなかったでしょうね。美咲、こんなこと言いたくなかったけど傷つけたくないから。でも隠しきれないわ。見てられないの。あなたがずっと騙されているのを。田中さん、一体どういうこと？桐谷さんなら覚えてるわ。当院の VIP 患者よね。何か問題でも？この子は佐藤さんのよ。いつ気づいたの？半月前よ。私はあなたの同僚であると同時に、お母さんの親友でもある、あなたが子供の頃から知ってるから、これ以上見ていられなくて。佐藤さんは表向きハリパーだけど、裏ではあなたを裏切るようなことをしてたのよ。美咲、あなたは物分かりが良くて我慢しすぎよ。でも、この件だけはなきネイリしちゃダメ。なんでそこまで大胆になれたの？彼の慎重な性格ならこんなにボロを出すはずない。彼がこの子を欲しがってるからよ。何が何でもね。あなたは業界の牽引なんだからわからないはずないでしょ。佐藤さんは生殖機能が低下してて妊娠させる確率は極めて低いはず。今回の桐谷さんの妊娠は万に一つの奇跡なのよ。記録を調べたけど、桐谷さんの妊娠状態は最悪でリスクが非常に高いの。病院側の専門医は誰も手を出せない、誰もそんな危険は犯せないの。彼は追い詰められて、最終的にあなたに目をつけたのよ。彼に対して一度も恋愛感情を抱いたことはありません。私と同じように、この婚約に対して親の決めたことに従っているだけだと、今になってわかりました。私の見当て違いで、思い違いでした。彼の穏やかで優しい姿はただ周りに見せるための偽りだったのです。客室チーフ、15A 席と 15B 席の乗客ですが、やはり情報が一致しません。今でも、私が彼女を助けるべきだと思いますか？白石先生、確かに彼らは許されない。過ちを犯しました。でも子供に罪はありません。命は尊いものです。どんな事情があれ、彼女が死ぬのを黙って見ているわけにはいきません。そうですよ先生。とにかくまずは助けましょう。降りたらすぐ警察を呼んで捕まえましょう。そうです。法の裁きを受けさせればいいんです。白石先生、お願いします。すべて私たちが悪かったです。さえを助けてくれるなら何でもして償いますから。お金ならあります。すべて差し上げます。どうか彼女と子供を助けて。お金？私が、そんなはした金に困ってると思う。フォント1万8000円出してアップグレードできる人よ。病院のトップ専門医なんだし、お金なんて気にしないわよ。彼女を助けてほしい。いいわ。いいわ。でも条件があるの。言ってください。妥当なら全部 OK します。一つね、スマホで動画撮影をして、一部始終を記録すること。黒田明にカメラに向かって彼と桐谷さえ、そして私の素晴らしい婚約者の佐藤陽介が、どうやってこの陰謀を企てたのかを詳細まで漏らさず、告白させること。二つ目、航空会社には免責同意書を作成してもらうこと。ないようには、必ず明記すること。皆さんの緊急の要請に応じ、極めて限られた条件の中で人道的救助を行うとね。最終的な結果がどうであれ、患者の生死に関わらず、私個人、そして、水高総合病院はいかなる法的、道義的責任も負わない。黒田明の署名と捺印、そして、同時にファーストクラスの乗客5名以上の署名も必要なの。問題ありません。すぐ手配します。三つ目。何でもするって言ったわね。全財産を出すと、そうよね。はい、出します。いいわ。あなたとあの桐谷さえ。それに黒幕の佐藤陽介で、今日銅で5000万に地限を出して、私にじゃないわ。桜プロジェクトに寄付して。支援のためにね、貧困地域の学校に行けない少女のあなたたちには飛行機が着陸して24時間以内に指定口座に振り込んでもらうわ。そして、市レベル以上の新聞で3日間連続で商材文を掲載し、私、白石美咲に後悔謝罪しなさい。5000万に一元。それは彼と桐谷さえが佐藤陽介から騙し取った全財産に近い。どうしたの？欲しくなった？さっきの懺悔と約束は全部嘘だったの？それともあなたにとって妻と子供の命は5000万に一元の価値もないの？命を救う金も惜しむなんて。さっきはあんなに泣いてたのに。こういうやつなんだよ。先生助けなくていいよ。一生後悔させてやれ。もう後がない。今日ここでさえが死んだら何も得られないだけでなく、残りの人生はずっと軽蔑されて生きていく。わかった。条件は全部飲む。彼女を助けてくれるなら何でもする。いいわ。じゃあ証言を始めるわよ。
佐藤陽介だ。全部奴にやらされたんだ。ことが済んだら大金をくれて、作用随行総合病院で昇進させるって細部まで全部奴が仕組んだんだ。チーフ、面接同意書の準備ができました。本当にクズだな。俺が証人になってやる。飛行機を降りたら、法の裁きを受けるんだな。救急箱を一つ、生理食塩水を数本、あと見つけられるだけのガーゼと包帯を全部持ってきて。それから、ファーストクラスのカーテンを全部閉めて、ジョーの院以外は誰も近づけないで。すぐに準備して、白石先生が必要なものは何でも用意するのよ。予想以上にひどい状態だわ。重度の失血と低酸素症による心不全よ。バイタルが限界に近づいてる。白石先生、患者の心拍が乱れています。血圧も急降下しています。動かすのは危険です。みんな聞いて。今の段階で少しでも動かしたら、心停止を引き起こすわ。母子ともに命はないわよ。すぐにここに臨時の救急台を作って、周囲3列の席を開けて、関係者以外は下がって、換気を良くして静かに酸欠になるからは慣れて、血圧計を貸して。上60、下40。典型的な出血性食症状ね。静脈ルートを確保。生理食塩水を全開で点滴して、これは手術の後だ。長さと位置からして虫垂炎の手術みたいね。重要なのは、この傷跡の端に見つけたの、とても小さなタトゥーを。それは小さな文字と数字の組み合わせよ。発作性夜間形式素尿症。造血幹細胞異常症。これは極めて稀な後天性の造血幹細胞の遺伝子変による溶血性疾患よ。そして B27 型はこの病気で最も凶悪なあなたなの。この病気を持つ女性は先天的に血小板の機能に欠陥があり、血液凝固の右力が極めて低いです。一度妊娠すると、特に妊娠後期には子宮の増大とホルモンバランスの変化に伴い大出血を引き起こしやすく死亡率は 50% にも達します。つまり、妊娠とは発作性夜間血色素尿症 B27 型を患う女性にとって、まさに命を懸けた大博打に他ならないのです。しかし、佐藤陽介は経験豊富な病院の管理主任だ。彼が知らないはずがない。この病気の危険性を、サエさんは彼の愛人で随行で妊婦検診を受けていた。佐藤はすべての検査報告を見たはずだ。彼なら絶対に彼女の病気について知っていた。知っていたなら、なぜサエさんを妊娠させた？なぜ黙認していた？こんな極端な方法でいつ破裂するかわからない。子宮に挑むことをこれじゃ子供を守るどころか人の命を奪うことだ。私の手を借りて。あるいはこの避けられない事故を利用してサエさんとお腹の子供を始末する気だ。最初から私の考えは間違っていた。佐藤の体の問題は本当かもしれない。だが、必死に子供を守ろうとしたのは大切に思っているからじゃない。本当に望んでいたのは子供じゃなく完璧な事故だったんだ。そう。サエさんというお荷物を完全に切り捨て、堂々と彼女の全財産を奪うための事故だ。笑える。本当に笑えるわ。巻き込まれただけだと思ってたのに、まさか私が彼の計画の最も重要な駒だったなんて。もし私がリンを助けたら、その後のすべてのリスクや医療トラブルや世間の非難は全部私が背負うことになる。彼は綺麗に手を引いて利益だけを享受し、すべてを奪い去る。もし助けられず、母子共に死んだら、彼は悲劇の被害者を演じ、みんなの同情を集め、名声と利益を手にする。他人の手を利用した見事な手口ね。哀れで愚かね。命がけで彼の子を身ごもり、信じて愛したのに思いもしないでしょうね。あなたの愛する男が、とっくに地獄への道を敷いていたなんて。何が何でも、彼女を死の淵から引き戻す。佐藤陽介の思い通りにはさせない。そのめでたしかめなさい。心を許し、すべてを託した男の恐ろしく利己的で、陰湿な悪魔の正体を。止血監視。ガーゼ。輸液量を増やして。どうしましょう。患者さんの血が止まりません。ダメ。すぐにガーゼを詰めるの。ガーゼを全部出して。大変、血圧がまだ下がってます。アドレナリンを用意して。
周囲は死んだように静まり返り、全員が息を飲んでいた。聞こえるのは機器が発する微弱で急な電子音だけ。私は大きく息を吐き、ガーゼで子宮のそうめんを圧迫すると出血はようやく少し収まった。だが、機器はまだ去っていない。出血性ショックによる臓器不全が、いつかの女の命を奪ってもおかしくない。点滴を続けて静脈ラインを確保して心拍数と血中酸、その度を注視して。白石先生、お疲れ様でした。機長に連絡を。あとどれくらいで着陸できますか？機長によると、すでに地上と連絡を取り、緊急着陸の航路を申請中とのことです。最短でも、あと30分はかかります。30分か。フランならうだた寝する程度の時間だが、今は生と死を隔てる距離だ。サイさんの血の気のない顔を見ているとよくわかる。一時的な猶予を得ただけで、本当の戦いはこれからだと。死神はまだドアの外をうろつき、私の隙を伺っている。乗客の皆様、当便は急病人の発生により、前方の都市の空港に緊急着陸いたします。およそに15分後に到着する予定です。現地の救急隊はすでに待機しております。皆様のご理解とご協力に感謝いたします。違う、この子は。何が違うんですか？あの人のじゃない。彼のどの彼？佐藤陽介？それとも、隣にいる名ばかりの夫の黒田明？もし子供が佐藤陽介の子じゃないなら、彼が必死になってこんな大掛かりな罠を仕掛けたのは一体何のため？桐谷さえの顔を見て、初めて思った。この女は、もしかすると見た目ほど単純じゃないのかもしれない。この綿密に計画された上空のパニックの裏には、どんな恣意目的が隠されているの？白石先生管制塔から転送されてきました。随行総合病院の佐藤管理主任です。婚約者の方からです。とても緊急の用事があるそうで、すぐにあなたとお話ししたいと。来たか。時間的に、彼も知らせを受けた頃だわ。もしもし？美咲、たった今航空会社から電話があった。君たちの飛行機で事故が起きて緊急着陸するって死ぬほど驚いたよ。私は大丈夫。それならよかった。聞いたんだけど、機内で妊婦が大出血して危険な状態らしいね。君は手を出してないよね？出したわよ。容易に想像がつくわ。今頃彼の顔にはさぞ見事な表情が浮かんでるはず。きっと驚きと戸惑い、そして失望ね。そうなんだ。さすが僕の美咲だ。本当に医者の鏡だね。あの状況じゃ大変だったろう。まあね。そういえば、あの患者さん少し特殊でね。どう特殊なんだ？とても珍しい血液の病気なの。放射性野が、血色素尿症 B27 型だよ。病後機能に重い障害が出る病気でね。妊娠は絶対にダメなの。ましてや飛行機なんて。気圧の変化で大出血しやすいから命に関わるわ。彼女の家族にしても、あるいは病状を知る病院関係者にしても、この時期に長距離フライトを許すなんて、無責任すぎると思わない？美咲、何の話だ？よくわからないな。僕はただの事務員だからね。君が同じ飛行機にいてくれて、悲劇を避けられてよかったよ。君はみんなのヒーローだ。ヒーローだなんてとんでもないわ。当然のことをしただけよ。それじゃ、もうすぐ着陸するから、切るわね。陽介、ゲームの始まりよ。想像以上の騒ぎね。施設のパーキングは済んでます。注意してください。あの状況でここまでやれるなんて先生、まさに奇跡ですよ。白石先生、上空1万メートルで救命に当たった時、何を考えていましたか？設備が不十分な状況で、困難な救助をどう成し遂げたのですか？妊婦さんとはエコノミーでトラブルがあったそうですが、救助の判断に影響しましたか？彼の計算が始まっているのは分かっている。世論を利用して私を持ち上げ、道徳的に完璧な人間、命を救う模範にしようとしている。そうすれば私は今後の治療を放り出すことはできなくなり、彼らとの汚い関係すら受け入れざるを得なくなる。でも残念ながら私は妥協するような人間じゃない。ご心配ありがとうございます。私はただの医者で当然のことをしたまでです。本当に注目すべきなのは私個人ではなく、あの患者さんがなぜこの便に乗っていたかです。この妊婦は極めて稀な発作性夜間血色素尿症、つまり PNG を患っています。
これは血液の凝固機能に深刻な障害を抱える病気です。こうした患者にとって、妊娠自体が大きなリスクであり、トップクラスの医療チームの監視下で行う必要があります。妊娠後期に長時間のフライトに乗せ、激しい気圧の変化にさらすことは、意図的な殺人と何ら変わりません。白石先生、今の言葉は人為的ミスを指摘していますが、その軽率な決定を下した人物は、患者の近親者や病院の管理者に関係しているのですか？ PNH 患者の長距離飛行禁止は基本的なしでです。医療リスクを無視し、妊娠後期の妻産を登場させたのは誰ですか？背後に利益絡みの隠蔽があるのでは？私は知りません。誰がこんなにも軽率で無責任な決定を下したのかは。しかし信じています。私たち随行総合病院の幹部と倫理委員会が必ずこの件を徹底的かつ厳正に調査し、明らかにすると、一体誰が医療を遊び半分に扱い、誰が患者の命をこれほど危険な目に遭わせたのか。命に対して無責任なだけでなく、私たち医療業界全体への侮辱です。この件について今後はどうされますか？私、白石美咲は、随行総合病院査婦人科の副主任医師として、自らこの件を追い続け、真相を明らかにします。佐藤には何の隙も与えなかった。そのまま火を奴の本拠地にはなった。もっと大きな正義で立ち向かうの彼が押し付ける道徳に。やっぱりね、もう火消しに動いて事態を収拾しようとしてる。サイは救急車の中で他人のスマホを使ってこのメッセージを送ってきた。黒田明に気をつけて。情けなくて臆病で震え上がっていた男。彼は佐藤の雇った役者じゃなく本物の狂人だった。私は最初から甘く見ていたみたいね。このゲームの複雑さを罠に落ちたのは佐藤だけじゃなく私もだったのね。この言葉で今までの前提がすべて覆された。黒田は佐藤に雇われたんじゃない。もしくは単に雇われただけじゃない。なぜ佐藤はあんな狂人を？何が目的？それとも佐藤でも制御できないの？この件は猫に遊ばれたケイトのみたいに糸口を見つけたと思っても引っ張るほど絡まっていく。美咲びっくりしたよ。私は平気。忙しそうね。何を探ってる？何を知ってるんだ？病院から来たんだ。幹部たちも驚いてて、緊急会議を開いてメディア対応を相談してた。君のおかげで随行総合病院の顔が立ったよ。メンツはいい。命が大事よ。ただげせないの。サイさんの妊婦検診はずっとうちの病院よ。彼女の病歴は誰よりも知ってるはず。発作性や関係色素に、尿小 B に17型で、妊娠後期の長距離フライト。陽介、経験豊富な管理主任として教えて。これは、計画的な殺人未遂なの？リスクがあるのは分かってた。でもどうすればよかったんだ？サエはすごく情緒不安定で、この街を離れて、実家に帰るって聞かなくて止められなかったんだ。だからファーストクラスを買った。少しでも楽になるように、リスクが減るようにって、まさか思いもしなかったよ。直前になって黒田明って男と席を変わってこのミーに乗るなんて。そう？ということは、黒田明って男のことも知らないの？ああ、知らない。俺も空港の警察からさっき聞いたばかりだ。サエの元彼らしくてずっと付きまとってたらしい。今回の件もあいつが仕組んだのかもしれない。それなら、警察の調査結果を待ちましょう。疲れたから帰って休むわ。送るよ。陽介、ふと思ったんだけど、あなたのその香水、すごく特徴的ね。どこのブランド？慌ててたわね。慌てるどころじゃなかったわ。田中さん、ある人を調べて、黒田明よ。彼のすべてを知りたいの。彼の背景、桐谷サイドの関係。そして、どんなイカれた男なのかを。安心して、もう調べさせているわ。このゲームは、思ったより、ずっと複雑ね。もう後戻りはできない。最後まで進むしかないわ。この盤面の果てに、どんな闇が潜んでいるのか。本当に一緒に行かなくていいんですか？ええ。電話を待ててください。すみません。佐藤さんの指示で面会派一切禁止です。
私は随構想合病院の医師の白石よ。桐谷さんは私が機内で救命した患者よ。彼女のその後の経過を見る必要があるの。それは私の義務よ。すみませんが、佐藤さんの命令にしか従いません。どの佐藤さん？患者の何なの？おっと、それとも直系親族？私の知る限りどちらでもないわね。彼にどんな資格があって私の面会を制限するの？どいて！これ以上邪魔するなら、不法監禁で警察を呼ぶわよ。見てみたいわね。佐藤の命令と法律、どちらが上か。美咲、どうしてここに？ここには専門の医師と看護師がいる。一日中疲れただろう。ゆっくり休むべきだ。私の患者を見に来たの。佐藤管理主任。お忘れのようね。私もこの病院の医師よ。さらに忘れてるわ。患者の代わりに決める権利は誰が面会できて誰ができないかを。美咲、誤解だよ。サイさんは手術したばかりで体が弱ってるんだ。絶対安静にするようにとただ心配だったんだ。彼女の休む邪魔になるんじゃないかと。でも君が来たなら、もちろん入っていいよ。白石先生を通してくれ。サイさん、気分はどう？佐藤主任。患者と二人きりではなしたいの。何の話だ？俺が聞いちゃいけないことか？俺たちの間には、隠し事なんてないはずだろ、美咲。もちろんあるわ。例えば、サエさんに聞きたいの。お腹の子供は、一体誰の子なのか。他にも、彼女に聞きたいわ。黒田明っていうイカれた男と、佐藤主任がどういう関係なのかをね。美咲。でたらめを言って、患者を刺激するな！私がデタラメを言ってるかどうか、あなたが一番よくわかってるはずよ。佐藤陽介、その白々しい態度はやめて。さえを閉じ込めれば、口封じできるとでも。ボディーガードを二人雇えば、私を止められるとでも。言っておくけど、これで終わりじゃないからね。さえさん、今は何も言わなくていいわ。うなずくかくびを振るだけでいい。あなたの子は、佐藤陽介の子なの？頭がおかしいんじゃないのか？どうしたんですか？患者さんが興奮して血圧が上がっています。今すぐ出て行ってください。わかりました。すぐに出ます。美咲、外ではなそう。今日の目的は果たせたわ。うまく彼らの間に亀裂を作れた。それに、やはり佐藤陽介の子じゃないわ。言えよ。一体どうしたいんだ？私がどうしたいか？それは、こっちのセリフ良さと、あなたこそどうしたいの？富士の、病の女を見つけて父親不明の子を妊娠させ、最後に仕組んだ、歯でなく、宇宙救助劇で、私を英雄に祭り上げるため？そんなに手間をかけて、こんな大掛かりな罠を仕掛けて、一体何が目的なの？お金のため？それとも他の何かのため？美咲、君は賢い。私がシルドの女よりもな。だが時には、賢すぎるのも考えものだ。物事には知らない方がいいこともある。悪いけど。私はね、取り柄はないけど、好奇心だけは強いの。隠されれば隠されるほど暴きたくなるの。例えば、黒田明って誰？あなたとサエさんの間の怪しい取引についてとかね。そこまで知りたいなら教えてやるよ。そうだ、私の子じゃない。サエも私の愛人じゃない。彼女の腹の子は黒田の子だ。黒田は正真正銘の狂人だ。執念深い、暴力的なストーカーだ。あいつは何年もサエにつきまとい、サエは逃げられず、侵されて妊娠までしたんだ。じゃああなたは、この話の中で、どんな役を演じてるの？俺は、ヒーローになりたかった。自ら悪人になったバカだ。サエの父親派。随行グループの取締役の一人、桐谷同会だ。このことを知ってたか？桐谷取締役には一人娘しかいない。甘やかされて育ったが、しつけも厳しかった。サエと黒田明のことは、全く知らない。もし彼に、サエの妊娠がバレて、相手が定職にもついてない男だと知れたら、絶対にサエを許さない。だから、サエは俺を頼ってきた。助けてほしいと彼女は言った。黒田明を片付けて、子供の件をきれいに処理し、すべてを隠し通してくれたら、父親に頼んで、次の取締役会で、俺を随構想合病院の副院長に推薦すると。だから、あなたたちが全部仕組んだの？
ああ、俺たちの本題の計画は飛行機の中で上空の気圧変化を利用して彼女の持病を刺激し、事故に見せかけることだった。成功すれば、サエは解放される。黒田明みたいな変質狂でも、つながりがなくなれば対処しやすくなるからな。そしてお前は、この計画の最も重要なピースだったんだ。計画は失敗した。桐谷さえは生きている。子供も助かった。黒田明は連行された。何を喋るかわからない。今や俺たちは一連卓勝だ。頼む。最後の仕上げを頼む。この手術を利用して彼女の爆弾を爆発させれば、誰にも気づかれずに始末できる。俺が副院長になれるだけでなく、桐谷取締役が約束した報酬の半分を君に渡す。俺たちは、これからも最高のパートナーで、完璧な婚約者同士だ。何を笑ってる？あなたを笑ってるのよ、陽介。あまりにも甘すぎてね。副院長の座と、はした金で、私を買収できると思ったの？この白石岬があなたの思い通りになる駒だとでも思った？あなたの計画は、完璧に聞こえるわ。一石三鳥、いや、四鳥かもね。サエの夜会事を片付け、自分が副院長になる障害を取り除き、ついでに、私を降りられない道徳の足場に追い込んで、一生言いなりにさせる気でしょ。本当に見事な計算ね、陽介。でも残念ね。あなたの計画は最初から穴だらけよ。最大のミスはあなたがうぬぼれすぎてること。すべてを芝居してる気になって、誰もがあなたの台本通りにおとなしく演じるとでも？間違ってるわ。私を甘く見たのがまだいいわ。サエを甘く見たのも、人を見る目がないってだけ。でも絶対にやってはいけなかったのは、黒田明っていう狂人を甘く見たことよ。あいつをただの衝動的で練習的なストーカーだと思ってる？あいつを刑務所に送れば、まな板の上の恋になって思い通りにできるとでも？佐藤陽介、本当にあいつのことわかってる？なんであいつがあのフライトにいたと思う？邪魔しに来たんじゃないわ。刈り取りに来たのよ。あんたの計画をね。あんたとサエの秘密を、あんたの未来もね。どういう意味だ？別に深い意味はないわ。ただ忠告しておきたいだけよ。生きていて、桐谷家の血筋を引いた、法律的にも認められた子供は、誰にも知られずに終わる手術の事故なんかより、はるかに価値があるってね。それに、ずっと面白くなるわ。狂ってる。みんなを破滅させる気か。私が破滅させるのは、私を陥れようとするやつだけよ。佐藤陽介、よく聞きなさい。今から、サエは私が引き継ぐわ。治療方針は私が決めるし、手術にも私がはいる。あんたもあんたの仲間も、彼女には近づかないで。さもないと、桐谷取締役に先にお見せするわよ。未来の娘婿の素晴らしい茶番劇をね。わかってるわ。この瞬間から、私たちの間にはもう妥協の余地はないって。見つかったわ。黒田明32歳。桐谷沙絵と同居よ。両親は彼が10歳の時に工場の事故で亡くなっている。そしてその工場の責任者が沙絵の父親、桐谷同海よ。当時の事故の賠償金は工場側に何度も中抜きされて最終的に黒田と塩板祖母の手に渡ったのはほんのわずかだった。彼は高校を中退して社会でフラフラしてた。底辺の仕事を転々として窃盗などの軽犯罪で前科もいくつかあるわ。でも5年前から彼の銀行口座に多額の不明な資金が入り始めたの。しかも奇妙なことに彼はまるで幽霊みたいなの。定まった住居もなく SNS もやってない。人付き合いも全くないの。彼が唯一執着しているのがサエよ。調べたところ、サエは大学時代からずっと彼の影に怯えてるわ。番号変更や引っ越し、通報も無駄。まるで寄生虫みたいに決して振り払えないの。サエの今回の帰国は極秘だったわ。なのに黒田は真っ先に彼女の予定を把握してた。佐藤よりも早くね。あの男は想像以上に恐ろしいわ。ただ愛の果てにくしみを抱いた編集教じゃない。20年も潜伏していた毒蛇よ。この数年間ずっと気を伺っていたの。桐谷家と桐谷同会に致命的な復讐をするためにね。そしてサエさんは彼が周到に選んだ。完璧な突破口なのよ。あの子に関しても決して偶然なんかじゃない。
彼の復讐計画全体の中で最も重要な一歩なんだわ。もう一つあるの。黒田が空港で連行されてから3時間も経たないうちに保釈手続きがされたわ。彼の身、元引受人はとても有名な弁護士よ。その弁護士、事務所の最大の提携、イサキが随行グループなの。白石先生、ゲームはまだ始まったばかりだ。気に入ってくれるといいな。私からの最初のプレゼントを、観客をあまり待たせないでくれよ。クルテルは保釈されただけじゃなく、私の家まで突き止めた。ずっと暗闇から私を監視していたのね。私の一挙手一投足をすべてワークしている。佐藤とのトラブルもサイさんの件を担当したことも。これは警告じゃない。私を引き込もうとしてるんだ。この罠に私を巻き込む気よ。私はもうその罠の中にいて、逃げ出すことはできない。もしもしお父さん。美咲、今すぐ、書斎に来なさい。言いなさい。一体どういうことだ。美咲、本当のことを言え。この件は、佐藤陽介と関係があるのか。忘れるな。佐藤陽介は私が育てたんだ。彼がどんな人間か、私の方がよくわかっている。利益がなければ動かないのが彼だ。こんなどうしようもない事態を彼がお前一人に背負わせるか。昨日の深夜、桐谷同会から直接電話があった。彼はとても怒っていた。事態は深刻だ。お前に伝えてくれと言われたよ。これで終わりにしろと。これ異常追求するな。さもなくば、随行にいられなくしてやるってな。いや、医療業界全体にいられなくするそうだ。さらにお前が手を引き、自らメディアの前に出て、すべては誤解だったと釈明すれば、告発をすべて取り下げるだけでなく、佐藤を副院長に昇進させ、お前をグループ本部の医療ディレクターにすると、美咲。悔しいのはわかる。だが長いものには巻かれろだ。桐谷同会のような相手には逆らえないんだ。もうやめなさい。お前の将来のため、そして、佐藤の将来のためにもな。お父さん、ごめんなさい。こればかりは従えません。一度でも一線を退いたら、二度と戻れなくなるんです。手を引かないだけじゃなく、私が自らサイさんの手術をします。今日の午前、みんなに見せます。私、白石美咲が人を救うのか何か企んでいるのかを。美咲、戻ってこい。白石主任、山本看護長、急遽病院側で専門家チームが結成されました。田中副院長が主導で全面的に引き継ぐことになりました。桐谷さんの今後の治療を、今日の手術は、先生が執刀する必要はありません。そうですか。田中副院長って、PNH がどの3つの単語の略かもわからない外科医ですよ。彼に執刀させるんですか？ハイリスク妊婦の胎児を救う手術を？決定ですから。病院の決定なら患者の命を危険にさらしてもいいと。桐谷さんは私の患者です。機内から救急車。そして病院まで彼女の状態は私が一番よく知っています。急な担当変更で手術中に何か問題が起きたら誰が責任を取るんですか？あなたですか？それとも田中副院長あるいは裏で指示を出している桐谷同会ですか？美咲、山本看護長を困らせないで。これは君のためなんだ。昨日はあんなに怖い思いをしたし、夜通し移動したから、精神的にも不安定だろう。病院側も心配して、決断したんだ。より経験豊富な田中副院長に任せるって。安心して。僕は手術室の前でずっと待ってる。サイさんには何も起こさせないよ。私の精神状態は万全よ。はっきり覚えているくらいね。あなたが昨日の夜、どうやって私に汚い取引を持ちかけたか。美咲、疲れてるんだよ。おかしなことを言ってる。何かあるなら、手術が終わって家に帰ってから話そう。その必要はないわ。佐藤主任。皆さんも聞きたいでしょう。桐谷さんがお腹の子の父親について、一体何と言ったかを。通して、静か頼まれてたものよ。私、桐谷さえは、自らの意志で、私と胎児の全身療を、随行総合病院の
白石美咲医師に一任します。白石医師以外の他の医師が私に手術や戦死を行うことには同意しません。もし病院が私の同意なく独断で執刀医を変更し、それにより生じ大災の結果は病院及び関係責任者が法的に全責任を負うものとします。これでまだ私が外れる必要は？佐藤主任。泳いだ目からして、この松本はおそらく佐藤が送り込んだ人間ね。始めましょう。バイタル安定しています。白石主任、患者の血圧が急低下、不整脈も大出血によるショックかもしれません。直ちに手術の中止を。母体を守るため直ちに子宮の摘出を。これが佐藤の奥の手なの？私の手術を利用してトラブルを起こし、胎児を傷つけ、すべての罪をただの医療事故になすりつける気ね。黙って！よく見て。出血は完全にコントロールされてるわ。血圧の低下は、あなたが投与した麻酔の量が基準値を 20% も超えてるからよ。手術代で彼女を殺す気？違います。違います。じゃあ聞くけど、患者の中心静脈圧と血中酸素飽和度がなぜ全部正常なの？ 10 年の経験があるのに、薬剤性低血圧と出血性ショックの区別もつかないの？ただの判断ミス？それとも別の理由でも？すぐに薬の量を調整して、血と内を元に戻しなさい。3分以内にできなければ、この手術からはずれてもらう。医療委員会に申請して、あなたの医師資格を取り消す。手術は成功よ。母子様に無事よ。美咲、手術はどうだった？安心して。あなたの厄介者は、私が守ってあげたわ。とても健康よ。私に感謝するのね。もし私が全身経を集中させて麻酔科医の松本健の異変に気づかなければ、取り返しのつかないことになっていた。佐藤陽介は完全に狂ってる。絶対に証拠を見つけないと、あいつを完全に刑に処すための決定的な証拠を。素晴らしい一人芝居だった。白石先生、残念だが君の舞台はシロアリだらけだ。裏切り者は始末しておいたよ。礼拝いらない。さて、一人の忠実な観客として君を正式に招待しよう。次の幕がもうすぐ上がる。満月ホテルの最上階にあるプレジデンシャルスイートへ、今夜10時ちょうど。一人で来ることだ。君のこれからの運命は、婚約にかかっている。田中さん、プラン B を実行して。もし夜中の12時になっても私から連絡がなかったら、預けてあるあの資料を、匿名で関係部署と、桐谷同会のライバルが医者に送って。来たね。誰ですか？黒田明と呼んでくれ。このゲームの支配人と呼んでもいい。佐藤陽介、桐谷紗恵に桐谷同会。そして君、白石先生。全員私のテーブルの客だ。私が唯一の堂本なんだよ。あの動画を撮ったのは、あなたね。ほんの前菜に過ぎないよ。座って、白石先生。一晩たっぷり時間はある。ゆっくり話そう。君のこれからの道を。わからないわ。なぜこんなことを？復讐のため？両親のためなの？復讐か。重い言葉だな。私としては、聖さんと呼びたいね。聖さんするんだ。20年間封印されたかこの恨みを。桐谷同会は、両親の血と汗を踏みにじり、随行グループのトップに立った奴は思っている。時間が全てを消し去ると。だが違う。私が存在する1分1秒は、奴に思い出させるためだ。一生をかけて、いや何せ代にもわたって、償うべき借金があることを。だから、サイさんも、あの子も、ただの駒なの？武器だ。内側から、桐谷グループという帝国を崩壊させる。
最も完璧な武器さ。桐谷同会は負けず嫌いで、メンツと秩序を何より重んじる。だからこそ奴に、あだの孫を自らの手で育てさせるんだ。あの子が少しずつ成長していく姿を見せつけ奴に、毎日後悔と恐怖の中で過ごさせてやる。あの子供を奴の晩年における最も甘く、最も残酷な呪縛にしてやるんだ。じゃあ、あなたはこのゲームで何の役を演じてるの？見捨てられた執念深いストーカー？それはさえや。陽介、全員のために仕立てた仮面さ。彼らを完全に油断させ、私を信じ込ませるためのな。私の正体についてだが。君は、驚いたか？桐谷同会の敵は一つじゃない。彼の死を望むのも私だけじゃない。ここ数年、私は彼らのために働いてきた。彼らが表立ってできないがやらねばならないことをね。その見返りとして彼らは私に盤面をひっくり返す最初のチップをくれた。例えば、随行グループの取締役山本副社長だ。私を保釈させた弁護士も、彼が手配した手術室のカメラも、彼の手下がつけたんだ。これでわかったか？君を駒にするつもりはない。私の味方になってほしい。君は私の子供が無事に生まれるよう全力を尽くす。そして、君の専門知識と名声で、桐谷家と佐藤陽介のすべてのスキャンダルを世間に暴露するんだ。私は、君の障害をすべては異除し、嵐の後の唯一の勝者にしてやる。佐藤陽介は破滅し、桐谷同会も破滅する。そして白石美咲、君は望むものをすべて手に入れる。自由、強さ、そして、新たな未来を。さあ、君の選択を教えてくれ。悪魔と取引はしないわ。でも、味方と手を組むなら別よ。やっぱりな。君はそこらのバカとは違う。この中には佐藤が職権を乱用し、宿区を肥やした、不正取引の全証拠が入ってる。彼やサイト。そして同会の敵対企業との裏取引の明細もだ。これだけの証拠があれば、奴を法の裁きにかけるには十分だ。同会に関しては、奴の最大の弱点は俺でも、君でもない。奴自身だ。奴の船は塔にない部から腐ってる。君は最適な時期に、どうか線に火をつけるだけでいい。勝手に崩れ落ちるさ。お父さん、今でも思ってるの？私が手を引くべきだと？わかってるわ。黙認してくれたって。白石、ここは役員会だ。誰の許可で入ってきた？私だ。私は随構想合病院の終身名誉院長として、役員会二日目で告発する。佐藤管理主任を巨額横領及び、規制薬物の違法処理の疑いでだ。証拠は、ここにある。でっち上げだ。これは濡れ衣だ。濡れ衣かどうかは、担当部署の方々が白黒つけてくれるさ。佐藤陽介、複数の職務違反の疑いがある。同行して調査を受けてもらう。見事だ白石院長。白石先生。実に素晴らしい身内切りの芝居だ。だが佐藤を一人消したところで、この桐谷同会の基盤は揺るがんぞ。これで終わったと思うな。桐谷取締役、お待ちを。あなたの芝居はまだ終わっていません。私からもう一つ、贈り物があります。佐藤が少しずつ私を誘導して私を騙したの。彼が信じ込ませたの。手術の事故を利用すれば黒だから完全に逃れられるって。お父さん、私を陥れようとした。孫の命まで奪おうとしたのよ。なぜ彼を助けたの？今でも皆さんは、これが単なる私と佐藤の個人的な恨みだと思いますか？これは、綿密に計画された謀略です。そして、その共犯者こそが、自分の体面を保つためなら、実の娘の命再犠牲にする桐谷。どうか、医会長です。桐谷同会はの、そっちゅう出た、俺。会社の実権を失った、以前から彼に不満だった株主たちが、激しい勢力争いを始めた。山本副社長は、黒田の支持を得て、急速に台頭し、グループの新たなトップとなった、壮絶な内部抗争が幕を開けた。佐藤は、確固たる証拠の前に、懲役に10年の判決を受けた。これからの人生を、高い塀の中で果てしない。よく冒頭強欲を懺悔して過ごすのだ。白石先生、ありがとうございました。美咲、お前のやったことは正しい。
私は全財産を使って、静かな海辺の小さな町に自分だけの小さな産婦人科の診療所を開いた。毎日新しい命を迎え、幸せそうな笑顔を見ていると私の心はかつてないほど穏やかで安らかだった。黒田明については桐谷同会が失脚した後、彼はまるで蒸発したかのように二度と現れなかった。私はもう彼の消息を尋ねなかった。私たちは味方だったけど決して友達にはなれない。私たちの世界は結局違うのだから。私がしているのは彼が匿名で私の診療所に大金を寄付してくれたことだけ。この小さな診療所を小さな病院に拡張できるほどの大金を私は拒否しなかった。彼からのお礼だと思うことにした。美咲、後悔してる？たった一つの座席のためにあんな大騒動を起こして自分の人生までリセットするなんて。後悔してないわ。私の人生で一番価値のある。18,000円だった。あの18,000円で。勝ったのは座席でもなく、アップグレードでもなく、計算し尽くされた教訓でもない。あれで勝ったのは、私の原則。私の境界線。私の尊厳。そして、最終的に手に入れた。誰にも奪えない自由よ。